皆さんこんばんは。玉木のスポーツジャーナリズムの時間がやってまいりました。MC のスポーツライター小崎です。このチャンネルはスポーツ文化評論家、玉木正幸が送るマスメディアのスポーツ報道とは異なる視点でスポーツと真の問題点を取り上げるって考える番組です。ということで、コメンテーターの玉木正幸さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。MC の人がだいぶかかってますが、よろしくお願いしますね。すいません。今日もゲストに春日良一さんをお迎えして、はい、今週のゲストは、オリンピック関係のことを喋りたいと思います。はい。スポーツアナリスト、スポーツコンサルタントの春日良一さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。春日さんとやっぱり話しているとね、オリンピックのことがよくわかって、世の中ではね、どうしてもオリンピックだっていうと、もうメダル争いのことばっかりになってしまって、それこそ国と国がヒートアップしてっていうところがあって、で、それに対して僕なんかもついついで、もうオリンピックメダルなんかいいじゃないかって言いたくなるんだけれど、そう言ってしまうと選手にはかわいそうだと、頑張ってるのにという気がするんですけど、春日さん、その辺のバランスっていうのはオリンピックに対してどう考えたらいいもんですかね。じゃあちょっとわかりやすいか、単純に言うと、やっぱり、はい、自分の国を代表している選手が出てないオリンピックってあんまり面白くないっていうのは本音じゃないかと思うんですよね。いや、面白くないんですかね。その辺がね、これから崩れてくるんじゃないかなっていう気もしないでもないんですよ。私の周辺にも、なんか国籍超えて結婚していた子供の人たちがたくさんいますしね。自分の国がっていう時には、マスコミは自分の国を応援するのがやりやすいけれども、個人的にはあんまり関係ないんじゃないかなって思うんだけど、言い過ぎかな。でもそれってほら結構あれじゃないですか、やっぱ、なんて言って、デベロップした国じゃないですか。例えば、西洋諸国とか。はい、でも今、例えば世界中にある国で、今206とか、そういう出てくる国ですよね。そういう国に関して、そのメダル1個も取ったことのない国がいっぱいいるわけですよ。で、そういうところの選手にしてみると、その国から代表して出た人たちは、その国の名誉とか、あるいはその自分たちのね、夢みたいなことですごい盛り上がって、それが国の活気になって、若い人たちの生きる糧になるみたいな、そういう部分すごくあって、それをもう、いわゆるもうトップの国以外の国がめちゃくちゃ多いですから、この前のパリオリンピックで難民選手団で初めてね、メダル取れたとか、初めてメダルを取った国がいくつかあって、そういうのにやっと出てきてるっていう状態。で、そういうのってやっぱり大事じゃないかなっていうふうに、思います。だから高度なところまで行ってる国とかにおいては、そのと国境を越えちゃってる部分っていうのがすごく出てくるし、それはそれで、最終的に到達するべきユニバーサルな世界だと思うんですけれども、現実としてはそういうところから、やっぱり、スタートして背負っていくってことが、必然なのではないかなっていうふうには。なるほどね。将来的にはどうなるかともかくとして、ただ私もその国で応援するっていうのはわからないでもないんですけどね。ただ1964年の東京オリンピックの後で、石原慎太郎さんが国旗と国歌をやめようには俺も大賛成だっていうエッセイを書いておられて、これには驚いたですね。それは東京オリンピックの、この前の東京オリンピックの事務総長に言ったら、本当かっていうし言われたぐらい驚かれたけど、やっぱり石原慎太郎という人は、スポーツのことをある程度分かってたんですね。大場正夫も大好きだって言っておられましたし、ボクシングは大好きだどういう視点で言ったのかちょっとよくわかんないんだけど。いや、ほら、ブランデージが言ったから、ブランデージが提案しましたよね。一度国旗国歌をやめましょうっていうのは。彼はずっと言ってるんですよ。なんでそれを、受けて、石原慎太郎さんがエッセージ書いていて。なるほど、なるほど。で、ブランデージずっと言ってんだけど、実際にその総会行ってね、ケツを取るとダメなのね。結局、そうですね。マジョリティの方が多いんですよね。で、それをマジョリティ持ってるのってのはやっぱり、いわゆる発展途上国の方だから、で、それを無視できないっていうのは、
やっぱあるのかなっていう感じですかね。まあ、そういうふうにしていろんな国があるからっていうのもわかりますけれども、私が一番最近驚いているのは、2029年の、冬のアジア大会、冬季アジア大会をサウジアラビアでやるんですね。サウジアラビアでネオムという都市に全部人工雪と人工氷ですよね。それで新しい都市を作った上にスマートシティの中で、やるって。要するに、今まで夏のオリンピックは人工の中でやるけれども、冬のオリンピックはネイチャーです。要するに自然の中で、雪と氷の中でやるというのがだったけれども、これはオリンピックにも今後影響を与えてくることはありますかね。影響というか、そうですね。イスラム諸国の台頭によって。すみません。イスラム諸国の台頭っていう問題と、あともう一つはその冬季オリンピック自身をどうやってサステナブルにしていくかということがありますよね。はい、まあ、おっしゃるように、要するに自然に非常に、左右される冬季のオリンピックなので、すが、地球環境問題が大きい、気象問題があって、本当に自然の雪でできる、東京オリンピックができるようなところがもう限られてきてると。もう世界中で。今の状態だと、この前の話だと5都市ぐらいしかなくて、で、その中で言うと札幌なんか一番有力だったわけなんですけど。残念ながらいろいろあってね。で、まあそういう状態があるということで、その中でどういうふうにね、冬季オリンピックやっていくかっていうこと。で、地球環境を破壊しないで東京オリンピックやっていくためには、どれだけアーティフィシャル、人工的なものを、作っていくかっていうね、そういうことも大事だなっていう、流れがやっぱりあると思いますね。はい、それをまあ、サウジアラビアとかがすごく察知して、まあ、カタールとかもそうなんですけど、そういうところから、スポーツをね、自分たちの、これからの文化の一つにしていこうっていう、そういう動きの中の一つだと思うんですね。で、これは、IOC のオリンピック運動の生き方と、そのマッチングして、親和性があると思うので、これから、おっしゃるように、まあ、たまたまイスラムパワーなんですが、そこが出てくるっていうことは、一つの趨勢として見なきゃいけないし、まあ、それは否定的に見る必要のないことなんではないかなと思いますけど、はい。ね。まあ、思わずイスラムパワーって言ってしまいましたけれども、本当イスラームというのは平和を祈るという、そういうところから出てきた宗教だという大原則を考えるなら、別にアメリカの、言っている、要するにイスラムは敵だというようなところに乗る必要はないとは思いますよ。思いますけれども、今後の冬のオリンピックのことを考えた場合は、どうなんでしょう。今度の、ミラノ、コルティナダンペッツォが来年にありますね。コルティナダンペッツォっていうのはもう2度目になるわけですけれども、かつて伊賀谷千春さんが、スキーの回転で銀メダル、日本に初めてスキーでメダル取った。その伊賀谷さんがね、IOC の副会長をやってた時に、要するに冬のオリンピックにインドアスポーツを全部嘘したらどうかということを言っておられて、そうしたら夏のオリンピックの、競技数がもっと増えるだろうと。冬にも回してインドアスポーツっていうのは、例えばバスケットボールとかバレーボールとか、ハンドボールとか、バドミントンとか、テニスはどっちかな、外かなというような感じで冬に移すと。この意見っていうのはどうなんですかね。これから通りそうなところはあるんですか？もっとダイナミックに動いていくんじゃないかなって逆に言うとね。例えば、今度の、会長立候補してる人に、ヨルダンのスペイン王子がいるんですけど、ファイサル王子がいるんですけど。ファイサル王子。ファイサルですね。彼はもうマニフェストで、要するに、夏とか冬とオリンピックの期間、今も決まってるけども、それをもっとフレキシブルにしたらどうだって言ってるんですね。どういうことに？
フレキシブル。フ要するに、レキシブルに。要するに夏だから夏やらなきゃいけないとか、はいはいはい冬は冬なでも夏も冬も実は北と南で半球で違うじゃないですか。そうですね。だからそれグローバルに考えて、例えば、アルゼンチンの夏に冬のオリンピックやるとかね。だからそういう、出てきていいんじゃない、そうしないと地球もうダメになってきてるから、こんな状態で地球環境を破壊していくようなことになったら大変でしょっていうことで、そういう、もっと、夏とか冬とか分けるのも含めて、いろいろもう考え直した方がいいんじゃないかっていう提案もしてるわけですね。だからそういう中で、このサウジアラビアの、このリゾートで、人工的なリゾートで夏、ヨットの競技もやるなんて言ってね、夏はね。そういう、ことをやってるわけですから、そういうことができてくるっていうこと。で、そういう流れに今、なってきてると思いますから、玉木さんがおっしゃったようなところがもっと進む。だから、井垣さんが考えてた以上に、インドアとかアウトドアじゃなくても、もう、全部ひっくるめて変わっていくっていうような、ダイナミズムなものがあると思いますね、これから。なるほどね。そもそも、ね、バレーボール、バスケットボールは冬の競技ですよね、あれは。そう言って生きていいんですか？いや、冬のために作ったわけじゃないですか、もともと。そんなこと言ったらサッカーかって冬のための、サッカー、ラグビーもね、僕ら体育の授業でやってた時には、これは冬の競技だって思ってましたけどもね。なるほどね。ただ冬はその雪と氷、夏は人工っていう、で、おまけに生まれたところがね、いわゆる夏のオリンピックという言い方は、やっぱりイギリスの言い方ですよね。夏が、要するに稚内と同じぐらいの、緯度にあるところで夏スポーツするのがいて、日本はやっぱりね、スポーツの秋ですからね。だから1回目の東京オリンピックは10月10日にあるっていうのは、あれは私はもう大成功だったと思うんですけれども、その当時は嬉しいこと、ありがたいことに、テレビ中継が、それほど、国際テレビ中継がそれほど強くなかったので、秋にやっても大丈夫だったですけど、今秋にやるのは無理ですよね、春日さん。いや、どうなんでしょう。それもだから、ダイナミックに、要するに、国際競技連盟、そのスポーツがいろいろあるから、ごちゃごちゃで、利権が絡んでるからなんですけど、だからそれを、整理する時期に来てるんじゃないかと。なるほど。ね。で、それを、今、IOC の会場に立候補してる人たちみんな共通認識として持ってるから、誰がそこは改革していくだろうなと思いますよ。で、次の話題になっちゃうかもしれないけど、例えば、渡辺さんとかは、すごいこと言ってて、体操協会の会長で IOC の会長に立候補されてる、東洋人初めての方ですよね。はい、どうぞ。5大陸5都市で同時開催っていうのを。これ素晴らしいなと私は思ってるんですよね。なかなか面白いなと思って。こうすると、今、抱えてる、例えば、肥大化の問題とかも、はい。スーッとなくなるし、例えば競技数増やしても負担が少なくなるとかね。いろんな、今抱えてる問題は結構なくなるんですよね。だからそういう新しい発想っていうのが出てきてるっていうのは一つの動きじゃないかなと思うし、そういう意味では、玉木さんおっしゃるイスラムパワーを利用していくっていうのも、ある方ではないかと思いますけどね。なるほどね。今、IOC 会長の話の方から、そっちの方の問題になりましたけれども、スポンサーというので考えた場合に、日本の企業がどんどん外れていってというか、もうやめていって、中国の企業であるとか、それからもっとインターナショナルな企業、それからアラブの企業なんかが入ってくるようになってきた。この傾向は、IOC としてはどう捉えてるんですかね。結構、バッハとかはね、一応平気な平座って顔してるけど、実は内心はみんな、危機と思ってますよね。つまり、要するにオリンピックマーケティングってもう45歳年取ってるわけですよ。最初できた時から、このプログラム。オリンピック、
マーケティングの。というのは、1984年以来という意味ですね。だからもう、はい、かなり。ロサンゼルスオリンピック以来。はい。ですから、老化してると。まあ、この、形でずっと続けていくのは、限界があるんじゃないかっていう意識を、まあみんな、上層部は持ってるっていうのはある。なるほど。しかもその日本の企業3ついなくなっちゃったわけですから、まあそういうあり方じゃなくて、どういうふうに今の、例えば、放送権にしても、今ストリーミングとかね、YouTube とかね、Netflix とかいろいろありますけども、そういうの全然変わってきちゃってますから、今までのブロードキャスティングの方法とも違うものに、ターゲティングしていかなきゃいけないという意識もあるし、あと今、一業種、一社で、やってきた形はもう、申し訳ないけど、東京オリンピックで高橋さん崩しちゃってるから、もう、崩しましたよね。あれは日本だけじゃないんですか？あれ国内では崩しましたよね。パターンを作っちゃったのでね。それで、自分たちが最初に作ったのにやっちゃったから、もう壊れてるんですよ、もう。だから、そこを変えていかなきゃいけないっていうのは、みんな意識としてはあると思うんですね。で、それは変わっていくと思います。で、西洋的に言うと、やっぱり、チャイナマネーであったり、アラブマネーっていうのは、ちょっとあんまりよろしくないっていうのか、気持ちよくないでしょうね、西洋人にとっては。それはちょっと、あんまりそこは内容しこだわってないと思うんですけど、例えばインドの企業とかも結構、今までのパターンで来る形でインドの企業がそこ、日本が抜けたところをカバーするとかっていう、そういう発想とかはあるし、そこは手を挙げてるとも結構あると思いますね。だからそこは。インドといえば、もうすぐムンバイですね。でオリンピック開催を希望していたりとか、それからインドネシアのジャカルタも、それからシンガポールなんかも、まあ先ほどイスラムパワーなんて言いましたけれども、アジア諸国でもかなりいろいろオリンピックを開催したいという人がもう出ているということで、将来的なオリンピックの未来の開催方法、これは安泰？だからなんかね、日本のメディアなんか取り違えてて、だんだん手を挙げる都市が少なくなって言うじゃないですか。でもみんな手を挙げて言いますね。今おっしゃったようにインドネシアとか、インドもそうだし、マレーシアもそうだしとか、あと今、外れてます。サウジアラビアもカタールも2036年以降狙ってるでしょ？そうですね。ガンガン手を挙げてるんですよね。で、ただ私はそこで問題だと思ってるのは、手を挙げてるところの意識として、かつてオリンピックを招致することでお金も、儲けができるというか、つまり、潤う、あるいはインフラが変わる、国家の事業としてできると。そういう発想でしたよね。まあ、東京オリンピック選挙もそうですね。それでずっと来てたんですけど、それが下火になってきてるところに今度、手を挙げてるところが、また同じ発想かなっていうところがあるんですよ。だからインフラ直したいとかね。なるんじゃないですか。だからそれが発想だとまた同じになっちゃいますよっていうところがあって、そこはちょっと釘を刺さなきゃいけないんじゃないかなと思います。なるほどね。まだ同じことをやっているのかですかと。それに対して新しく IOC の会長に立候補している人たちは、もう5大陸の都市で、5つの都市で同時開催であるとか、もうアルゼンチンで、冬のオリンピックやろう、夏のオリンピックも一緒にやってしまおうというようなことを言い出したりしているのに、古いことをまだ言っているところがあるなという、これバランス的にはどっちに向かうんですか？未来は。未来は、まだ、儲け主義。やっぱりバランスでしょ。そっちはバランスっていうか捨てきれないじゃないですか。そんな手挙げてるのにノーとは言えないだろうし、そこは、どういうふうにリーダーシップというかリードしていくかっていうかガイドしていくかってことになると思うんですね。だから今回の会長選が非常に曲がり角ですよね、今回。だからもうあさって放送に一部食い込んじゃおう、最後の質問。で、会長は誰になるんですか？新しく会長は。
それは全くわかりませんね、私には。嘘は分かってるって言ったんじゃないですか、前。分かってると言えないって、分かってるけど言えないとか。全然、はい。分かんない？わからないですけど、それよりもやっぱりサウジアラビアがこれからすごいいろいろスポーツ競技をやっていくのが、ね、大変ですね。アジア大会は2029年だけど、その前にAFC の女子のアジアカップとか、アジアカップ、はい。あと AFC のアジアカップもやるし、万博もやるんですね。2030年に。だからその2030年万博やる前に、1年前にアジア冬季競技大会を、さっきおっしゃってたトロヘナで人工雪でやるっていうね、ことがありますから、そこにもうデッドラインがあるから、かなり成功する確率が高いんじゃないかなと思いますね。万博とオリンピックっていう風に聞くと、私なんかはもう私の小学生時代から高校生時代への高度成長期の日本を思い出してしまうということになってしまいますけども、次期オリンピック会長はさてどうなるのか、そしてオリンピックはどうなるのかっていうのを、春日さんと共にあさって思い切り語っていきたいと思います。本当にいつも今日も面白い話をありがとうございました、春日さん。いえいえ、どうもありがとうございました。ありがとうございます。次回今週のテーマ、オリンピック・パラリンピックは混迷の世界を救えるのかな、エピソード3。IOC 次期会長は初の女性か、初の東洋人、日本人かは、3月14日金曜日の午後8時配信予定です。引き続き春日さんと共にお送りします。それでは皆さん、次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。